ワンピース第1167話では、ゴッドバレーの大惨事の後、エルバフの王ハーラルドかつて政府も海賊も恐れた、戦王は、五老星の前で深く頭を垂れた。その瞬間から、彼は真の意味での手先となり、五老星からの命令を一度たりともためらうことなく受け入れるようになった。ハーラルドの任務は、政府が要求する場所ならどこへでも赴き、いついかなる時でも海賊を皆殺しにすること。そして彼はその使命を、冷酷に、無慈悲に、そして感情を持たぬ剣のような正確さで遂行した。ハーラルドは大海を突き進み、新世界全体に恐怖をまき散らす、死神そのものとなっていった。その後の何年にもわたり、新世界の朝は必ず凶報から始まった。海賊艦隊が真っ二つに裂かれ、有名な船長が遺体すら残さず姿を消す。そしてそれらにはある共通点があった霧の中に現れる巨大な影。生き残った者たちはこう証言する。ただ一陣の風が通り過ぎた音を聞いた瞬間、すべてが灰になったと。死神の剣、奴が来た。それは海賊たちが震えながら語り継ぐ恐怖のささやき。チンピラから名の知れた船長に至るまで、すべての海賊が自分たちを死神が見下ろしているかのように身を震わせた。こうして死神の刃という異名は呪いのように広がっていった。ハーラルドという名はただの力ではなく確実な死そのものを意味するようになった。ある日、ハーラルドは最高権力の本部へ召喚された。黄金の光がまばゆい大広間で、五老星は多くを語らなかった。ただ一つ、ハーラルドに右腕を差し出すよう命じただけだった。漆黒の刃が彼の肌に押し当てられ、奇妙な文様が浮かび上がる。シ老の刻印、それはイムが与える印体系の中で最も低位の刻印である。この刻印体系はシ老、ディープ、アビサルの3段階で構成され、その中でもアビサルは最上位の権威と力を持つ。現在この刻印を持つ者は、五老星の5名のみである。その瞬間から、彼が受け取るすべての任務には、イムの見えない命令が宿るようになった。虐殺、追跡、抹消。ハーラルドは魂を失った戦士のように、ただ淡々とそれらを遂行していった。15年前、ロジャーの死後、世界はまるで新たな時代を生み落としたかのように激変した。何千もの海賊団が海へ乗り出し、夢を抱えた者たちが大海原をさまよい始めた。目的はただ一つロジャーが残した宝を手に入れるため。海軍は狂ったように兵力を増強したが、増え続ける海賊には到底対抗しきれなかった。その結果、政府は巨人族の大規模な徴用を開始することになる。ロジャーの死後、シャンクスもまた独り立ちし、自らの海賊団を結成した。しかしその海賊としての顔とは別に、シャンクスはマリージョアへ戻り、ガーリングの息子という身分を持つ者として再び聖地に姿を現した。反面の仮面をつけて素顔を隠したシャンクスは、聖地における謎多き存在となった。彼がかつてロジャーの弟子だったことも、今なお海賊として動いていることも誰一人知らない。その圧倒的な実力から、シャムロックとシャンクスは同世代の中で瞬く間に頭角を現し、旧世代の騎士を置き換える二つの新星とまで称された。そして二人はすぐに神の騎士団へと抜擢される。やがて、シャンクスの左腕にもシ老の刻印が刻まれた。しかし、その静かで時に傲慢にすら見える態度の裏で、シャンクスは自分だけの道をひっそりと歩んでいた。彼はシャムロックに政権の内部構造を探り始め、特に空白の100年以来封鎖され続けている区域についてしつこく情報を求めた。そして、空の玉座に関する情報も。ある日、ハーラルドはガーリングと出会い、彼から即時連絡に使われる生体生物を手渡された。その後、ハーラルドはシャンクスとシャムロックに紹介される。ガーリングはシャムロックとシャンクスを誇りに思っており、ハーラルドが聖地に到着すると、真っ先に自慢げに二人の息子を見せつけた。
ハーラルドはシャンクスを一瞬見つめた。ハーラルドはゆっくりと問いかけた。この目、どこかで見たような。その言葉を聞いた瞬間、シャンクスは表情を冷たくし、わずかに首を傾け、まるで鋭い斬撃のように吐き捨てた。黙れ、名もなき雑魚風情が俺を値踏みするな。ガーリングは大笑いし、それをシャンクスの誇り高さだと勘違いした。だが、シャンクスだけは理解していた。ハーラルドが少しでも思い出してしまえば、自分の秘密はすべて終わる、ということを。聖地で暮らす日々の中、シャンクスはひたすら情報をかき集め、世界政府が隠そうとしてきた真実を、一つ一つ静かにつなぎ合わせていった。毎晩、マリージョアの宮殿が静寂に沈むと、シャンクスは決まって姿を消し、禁じられた回廊へと足を踏み入れた。そしてある日、フィッシャータイガー事件が起きる。タイガーは聖地の地下牢に囚われ、商品同然に鎖で縛られていた。しかし、見張りの交代の瞬間、仮面をつけた神の騎士が現れた。彼は一言も発さず、ただ数秒間タイガーの前に立つだけだった。仮面の奥の瞳が強い決意の光を宿していた。小さな切断音が響く。鎖が断ち切られた。驚愕するタイガーを前に、騎士は誰にも聞こえないほどの声で囁いた。行け、タイガーは脱獄し、その仮面の騎士の姿は夜の闇に溶けるように消えた。それからしばらくして、タイガーは聖地を襲撃し、大量の奴隷たちを解放した。その瞬間から、フィッシャータイガーは海軍も世界政府も警戒する存在、時代を代表する最重要指名手配犯となった。そしてその裏には、常にシャンクスの影があった。ほどなくして、再びエルバフに悲劇の影が落ちた。ロキを幼い頃から育て、ただ一人彼の激しい気性を抑えられた女性イーダが、突然重い病に倒れたのだ。エルバフ中の医者が手を尽くしたが、誰も治すことができなかった。凶報は雷鳴のようにエルバフ全土へ広がった。酒場の暗がりや戦士たちの訓練場では、イーダは病ではない。毒を盛られたのだ、という囁きが交わされていた。そして疑いの目が向けられたのは、古くから巨人族と因縁を抱えてきたエストリッドの村だった。その知らせを聞いた瞬間、ロキの怒りは堤防が決壊するように爆発した。まだティーンの年齢でありながら、その力はすでに成人戦士をはるかに凌駕していた。彼は考えることすらせず、誰に止められる隙も与えず、ただ雄たけびを上げ、エストリッドへ一直線に走り出した。黒い夜空の下、ロキの叫びが森中に響き渡った。イーダは俺の唯一の母だ。彼女を傷つけた者は、ぶち裂いてやる。誰にも止めることはできず、対峙する力を持つ者もいなかった。ロキはすべての怒りをエストリッドに叩きつけ、生きた嵐のように暴れ狂った。家々は崩れ、エストリッドの戦士たちは恐怖に駆られて逃げ惑った。そして夜明けが訪れる頃には、村は完全に平らにされ、残っていたのは灰と、折れた柱を抜ける風の音だけだった。その夜から、エルバフの民は再び思い知らされることになる。王位継承者ロキ、彼の中に宿る怒りは、一つの民族を滅ぼすほどの破壊を秘めているのだ。